発注が足りないだと？書き入れ時の年末、発注ミスによって各レストランの食材不足が発生し、部署内は騒然となっていた。今から発注しても間に合わない。これだから高卒の親なしはダメなんだ。自分の発注ミスを平然と俺のせいにして怒鳴るエリート上司。その勢いにつられたのか、上役にも冷たい視線を向けられる。このままでは本当に責任を取らされてしまう。そう感じた俺は意を決して口を開いた。わかりました。俺が何とかします。その後の俺の行動と明かされた正体により、エリート上司は驚愕し、立場を失うことになったのだ。俺の名前は中田光一。中学に上がる頃から個人飲食店を経営する母の親友である恵子さんと一緒に生活をしている。あ、しまった。じゃがいもと玉ねぎ、いつもより多く言うのをすっかり忘れてた。今日の仕込みをしながら突然すっとんきょうな声を上げた恵子さんに俺は思わず笑ってしまった。昔から竹を割ったような性格で常にテキパキと動く恵子さんだが、時々こういったうっかりミスをする。だから俺は確認の意味も含めて発注伝票にはいつも必ず目を通すようにしていた。どうやら今回はそれが功を奏したようだ。だろうと思って後から発注し直しておいたよ。え、ほんと？わあ、ありがとう光一。助かった。そうしてこちらを拝むような仕草をする恵子さんに俺は苦笑する。もう今日はポテサラ多めに作るって自分で言ってただろ。俺もしてるけど恵子さんも伝票の確認はちゃんとしてね。いや、私だって一応してるつもりなんだけどね。にしても光一のそういう几帳面なとこは絶対お母さんにだね。そうかな。まあ、少なくとも恵子さんにではないことは確かだよね。そう言い返した俺に、恵子さんは生意気とふざけたように笑いながら応戦する。俺の両親は、俺が小学生だった時に離婚した。そういう話になる前から、どうやら父には他に相手がいたらしい。親権は母が持ち、そして父はその相手と暮らすべく家を出て行った。母は母で、俺を産んでからもバリバリと仕事を続けていた。そして数年後、母に海外転勤の話が舞い込んでくる。得意の語学を活かし、海外で働くことが昔からの母の夢だったことを俺は知っていた。だから俺のことで悩んでいる母の背中を押したのは俺自身。そして母の幼馴染兼親友であり、当時からも何かと親交の深かった恵子さんだった。親友と息子、二人の後押しにより、母は無事海外へと渡り、そして俺は恵子さんに預けられることとなった。恵子さんは独身で、若い自分に大病をして、子供は望めなくなってしまったと、以前に本人から聞いたことがある。それもあってか、恵子さんは俺をまるで我が子のようにして可愛がってくれた。恵子さんの店は狭いながらも味は一級。そして何より恵子さん自身の明るくさっぱりしたところが店の雰囲気にもよく反映されていて、何度か雑誌にも掲載されることがある隠れ家的な街の名店だ。時々うっかりミスをやらかしながらも生き生きと働く彼女の背中を見て育った俺はいつしか恵子さんのように店を持ちたいと思うようになった。そして高校卒業後、大学進学を進める恵子さんを押し切って、俺はこの店で従業員として働き始めた。昔から店に出入りしていたのもあるのだろうか、俺はすぐに仕事を覚え、少し余裕が出てきた頃にはプライベートでも経営の勉強を始めた。育ての親の影響で明るい性格へと育った俺と、その育ての親である当の本人との漫才のような掛け合いが面白いのか、おかげさまで常連客の評判は上々である。よ、今日はオムライスな。俺も。
また？恵子さんのオムライスは確かにめちゃくちゃ美味しいけど、うちの売りはそれだけじゃないの知ってるでしょ？俺の言葉に常連のおじさんたちがガハハと笑う。じゃあ、光一のおすすめはなんだ？そうだな。今日はプリップリのエビが入ったからエビフライ定食かな。あとはトロットロに煮込んだビーフシチュー。恵子さんと俺の愛情がたっぷり詰まってるよ。へえ、じゃあ今日はエビフライ定食にしようかな。そしたら俺は二人の愛情がたっぷり詰まったビーフシチュー。冗談めかしてそう返せば、彼らは興味をそそられたのか、口々にオーダーを変更した。はい、かしこまりました。俺はハキハキと笑顔で答える。それからも俺は時に常連の世間話にうなずき、時に厨房で恵子さんの手伝いをしながら、いつも通りの忙しい一日を過ごしたのだった。だが、その1週間後のことである。準備中の店内に1ヶ月に2度は来店する常連の男性が姿を現した。すみません、まだ準備中でして。そう言いながら首をかしげた俺に、男性は胸元から名刺を取り出し差し出してくる。そこに記載されていた肩書きに、俺は思わず声を上げた。社長？目を見開いた俺に、男性は内緒にしてたわけではなかったんだがね、とすまなそうに苦笑する。彼は県内を中心として複数の飲食チェーンを展開している会社の社長だった。あ、恵子さんにご用ですか？いやいや、今日は光一くん、君に用があって来たんだよ。もちろん、恵子さんのご意見も伺えればと思ってはいたが。俺に？その時、俺の大声が聞こえたのか、店の奥から恵子さんが顔を出す。あら、社長さんいらっしゃい。あいにくまだ準備中だけど。あ、恵子さんも知ってたの？社長さんだって。ええ、そうね。というか、偵察だと思われたら困るからって、最初に名刺を見せてくれたのは社長さんだもんね。あははっと笑う恵子さんに、社長も笑顔でうなずいた。私は純粋にこの店が好きで通ってるんだ。だから噂が回って不信感を持たれるより最初から名乗った方がいいかって。だが今日はお二人に頼み事があってきました。頼み事？そして顔を見合わせ首をかしげる俺たちに彼は言った。光一くん、どうかうちの会社で働いてくれないか？俺が？社長さん、とりあえず座ってくださいな。今お茶でも持ってきますから。ほどなく、恵子さんの入れたお茶を飲みながら3人での話し合いが始まった。昔から訪れていた店ではあったが、社長は俺が働き始めた当初から目をつけていたのだという。光一くんは明るくて接客も気持ちいいがそれだけじゃない。恵子さんが言っていたよ。君が入ってから発注ミスが激減したって。特に小さな飲食店だといかに無駄をなくすかが大事になってくるからね。それに、と社長が俺の方を見てにやりと笑った。君、さりげなく単価が高いオーダーを通すのが得意だよね。図星を刺され、俺は決まり悪く頭をかく。まあ、たまにですけど。いや、儲けを出すというのは店を経営する上でも大事なことだよ。そして君のそれは嫌味がない。客側の様子もちゃんと見て無理のない範囲で提案している。なかなかできることじゃないよ。社長が、恵子さんはシェフとしては一流だけど、そういうのはちょっと苦手だものね、と笑えば、本人もその通りとなぜか胸を張って自信たっぷりに答えた。恵子さん、自慢することじゃないってそれ。あら、でも本当のことだしね。そして社長さんもお目が高いこと。うちの光一、いい仕事をしますからね。育ての親バカ全開の恵子さんを仕草で止めながら、俺は社長に向かって曖昧に首を振る。でも、
俺にはこの店で勉強することがまだまだ。そこをなんとか、この通り、身内の恥をさらすようで申し訳ないが、弊社は今、あまり人材が育ってなくてね。風通しも悪く、どうにも雰囲気が良くない。だから、君みたいな新しい風が必要なんだよ。渋る俺、ついには社長が頭を下げ出す。俺は慌てて口を開いた。社長、頭を上げてください。ほら、恵子さんからも何か言って。けれど、しばらく黙ってこちらのやりとりを見ていた恵子さんは、やがて大きくうなずいた。よし、光一。あんた、社長さんのとこでお世話になんなさい。はぁ？ちょっと何言ってんだよ。俺が抜けたら、また恵子さんが一人で何もかもやらなきゃいけなくなるんだよ。驚いて抗議する俺に、恵子さんはゆっくりと首を左右に振る。ここは私の店よ。今まで私一人でやってきたんだから、それが元に戻るだけ。それにあんた、どうせ育ててもらった恩が、とか思ってんでしょうけど、それ、お門違いだから。お門違いって。その言い草に思わずカチンときた俺に、恵子さんは豪快に笑った。あんたを引き取って育てたのは、私がそうしたかったから、それだけ。それに、あんたに面倒見てもらうほど、私、落ちぶれじゃないからね。あんたは若い。だから、もっと外に出なさい。恵子さん。もしかしたら、こちらを見つめる恵子さんの目には、俺の気持ちなど何もかもお見通しなのかもしれない。この店で恵子さんと一緒にまだ働きたい気持ちも大いにある。それに、これからは育てた親孝行もしていこうと、俺は密かに思っていた。それでも、社長の話を聞いて、興味を持たなかったというなら、それも嘘だ。外の世界で自分の実力を試してみたいと、心のどこかでもう一人の俺が声を上げている。どうしよう、どうしたら。やがて、こちらのそんな葛藤を明るく笑い飛ばすようにして、恵子さんが俺の肩をポンポンと叩いた。光一、あんたならできる。いろんな経験して、いろんな勉強して、自分の世界を広げてきなさい。まあ、寂しくなったら時々は戻ってきていいからね。その言葉に後押しされて、俺は社長の会社へ転職することを決意した。そして、それから3ヶ月が経った。俺が配属されたのは、複数店舗を統括、管理する部署。各店舗へ指示を出すだけでなく、売り上げの悪い店には直接赴き、問題点や改善案などを話し合い、具体的なサポートまでを担当する。チェーンといっても、働いているのは人間だ。だから毎日何かしらの問題は起こるし、たとえ目の前のことが片付いても、それだけでは会社の長期的な利益にはつながらない。恵子さんの店で働いていた頃とはまた違う忙しさがそこにはあった。それにさらなる問題といえば、担当する店舗周りを終えて帰社した俺に早速同僚が声をかけてきた。田中くん、帰って早々なんだけど、部長が呼んでたよ。はい。俺は内心げっそりしながらしぶしぶ部署内の奥の一角へと向かう。パーティションで区切られたそこには部長のデスクがある。入り口で立ち止まり、入りますと声をかけて近づいた俺を、この一角の主である男がじろりと睨んできた。彼は部長の小笠原さん。一流大学を卒業したエリートで、本人もそれを日頃から鼻にかけている。そして高卒で中途採用された俺のことを見下し、同僚たちの前でも平気で、高卒なんて役に立たない、バカ同然だろ、などと暴言を吐く。さらに部署内での飲み会の折に、俺の親が離婚していて、さらに実の親とも暮らしていなかったことを小耳に挟んだらしく、それからは親にまで捨てられた孤児、などと薄ら笑いで揶揄してくる始末だった。何のご用でしょうか。ため息を押し殺して尋ねると、神経質そうにメガネのつるをいじりながら、
小笠原部長は吐き捨てる。白々しい。今日までの期限の書類、お前だけ提出されていないのはどういうことだ？え？俺は思わず目を瞬かせた。九段の書類は2日前に直接このデスクの上に提出していた。それでしたら2日前には提出しました。嘘をつけ。俺は受け取ってないぞ。俺の言い分には聞く耳を持たないとばかり彼が怒鳴りつけてくる。俺はしばし黙り込んだ。これで俺が粘れば相手はさらに上げ足を取ってくるのだろう。書類にしたって確認もせずに紛失したのか、それともわざと見なかったことにされているのか。そして俺が言い返さないのをいいことに、小笠原部長はなおもネチネチと文句をつけてくる。だから高卒の中途採用はダメなんだよ。社長の肝入りかなんだか知らないが、どうせ口だけうまいこと言って取り入ったんだろ？バカなくせして、そういうとこだけは達者なんだな、お前は。彼はとにかく俺という存在が気に入らないらしい。その後も延々と小笠原部長の理不尽な説教を受け続け、30分後、俺はやっと解放された。同僚が心配そうに見合ってくるのを弱々しい笑みで流し、俺はとりあえず席に着く。正直、中途採用でこの会社へ入社して以来、俺は鬱になりそうな心境だった。受け持つ店舗が広範囲な分、仕事はもちろん大変だが、同時にやりがいもある。けれど、小笠原部長にああやって毎日絡まれるのは精神的にとてもきつい。時々このままやめてしまおうかと考えたりもする。経営の勉強になることは確かだったが、何もここで仕事することだけが俺に残された道ではないだろう。やめて社長に謝って、それから恵子さんに頭下げて、またあの店で働かせてもらおうか。でもなあ。無意識にそんなつぶやきが口をついた。俺ならできると言ってくれた恵子さん、そして俺のことをよく見て高く評価してくれた社長の顔が次々と浮かんでくる。はあ、と俺はその場でため息をつく。そして大きく伸びをして縮こまった背中をほぐした。まあ、もうちょっと頑張ってみるか。そう俺は気合を入れ直し、まずは目の前の仕事を片付けるべくパソコンを立ち上げるのだった。そうして落ち込んでは立ち直り、その繰り返しを続けて半年。小笠原部長とは相変わらずだったが、俺は徐々に同僚や取引先からの信頼を得て認められるようにもなってきた。そうして時は流れて書き入れ時の年末である。だが部署内は盛り上がりや活気といった言葉とは正反対の空気に包まれていた。食材の発注ミスだ。どうやら店舗に必要分の食材が届いていないらしい。本部長が慌てた様子で部署へと駆け込んできた。おい、一体どういうことだ？だがそう問われた小笠原部長は額に油汗を浮かせながらとんでもないことを言い出した。違うんです、本部長。実際の発注はすべてここの田中くんに任せていまして。え？あまりのことに俺はその場で棒立ちになってしまった。俺はせいぜい担当している店舗の売れ筋などを集計、分析しているに過ぎない。それに几帳面な性格なので確認は何度も繰り返す。何より全店舗の発注を管理しているのは小笠原部長だ。だがそんなことなどお構いなしで小笠原部長は俺を睨んだ。どうするんだ田中。今から発注しても間に合わないぞ。なんとも堂々とした態度で怒声を浴びせてくる。本当にこれだから高卒の親なしは。お前どう責任取るつもりだ？俺は小笠原部長の勢いに飲まれたのか、本部長までもが俺を疑わしそうに見合ってきた。小笠原部長が担当だと知っているはずの同僚からもなんだか冷たい目で見られている気がする。部内の雰囲気が完全にアウェイに染まっていた。俺は束の間言葉に詰まる。
だがほどなく俺は腹に力を入れると意を決して口を開いた。わかりました。なんとかします。小笠原部長に告げると頭を下げ、そのままスマホを取り出して何件か心当たりに電話をかける。おい。俺の行動にあっけに取られている小笠原部長を急ぎますのでとあしらい、俺はさらに電話をかけ続けた。そして15分後、不足分の食材はなんとか調達できました。俺のその言葉に本部長や小笠原部長が驚いたようにして俺を見る。はあの量だぞ。そんなことできるわけないだろ。そもそもお前、一体どこに電話して。俺の店です。あくまで冷静にそう言い切った俺に、小笠原部長が戸惑ったようにして眉をしかめた。俺の店って。俺はゆっくりとうなずく。部長には言っていませんでしたが、俺、実は自分で飲食店を何軒か経営していまして。すると小笠原部長はポカンと口を開けて、とうとう固まってしまった。そうなのだ。実は俺は恵子さんの店で働く傍ら、自身でも何店舗か小さな飲食店のオーナーを務めていたのだ。まあオーナーといっても、実質は信頼できる人間に店の切り盛りを任せ、俺は上がってくるデータに目を通すくらいである。今までは独学でやっていたその作業を、この会社に入社してからはより緻密に、具体的に実践できるので、俺としてはとても参考になっている。ちなみに俺が複数店舗のオーナーとなったのは、もともとは母が海外での仕事で成功を収め、それまで以上に稼ぐようになったことがきっかけだった。俺や恵子さんに仕送りとして届く金額がそれなりに溜まっていたのだ。恵子さんはそのお金には手をつけず、俺の自由に使っていいと言ってくれた。俺はその言葉に甘え、そのお金を元手にオーナーとしての第一歩を踏むこととなった。幸い、時流に乗った経営は今のところどの店も安定している。またオーナーを務めるにあたって、俺には幅広い人脈もできた。先ほど電話をかけていたのは、そのつながりの取引先である。そして俺の頼みに、相手方は皆、快く食材の調達を請け負ってくれたのだった。食材は直接、各店舗へと届けてくれるようです。本部長、すみませんが、その采配をお任せしてもいいですか？もちろんだ。俺の呼びかけに、小笠原部長同様、しばしあっけに取られていた本部長が我に返ったようにして動き始める。そして同僚たちもバタバタと自分の仕事へ取り掛かった。小笠原部長は、未だ事態を受け入れられていないのか、微動だにしない。何か声をかけた方がいいのかと迷ったものの、本部長に呼ばれてしまったので、俺はそのままその場を後にしたのだった。そうしてあわや、という事態をどうにか乗り切り、2週間が過ぎた。新しい年を迎え、年末年始でてんてこまいだった部署内も、どうにか落ち着きを取り戻している。だが、俺と俺の周囲では大きく変わったことが2つあった。一つは小笠原部長のことだ。実はあの後、発注ミスをしていたのは小笠原部長だったことが内部調査で発覚した。またそのミスを俺に押し付けたこと、そして日頃からの俺に対する数々の理不尽な暴言などが問題視され、彼は結局解雇処分となった。そして二つ目は、俺はあの一件で社長にえらく感謝され、この度昇進が決まったのである。部署内でも異例の出世ともてはやされたものの、俺としてはこれからも誠実に、真面目に自分にできることをひたむきに努力していこうと思っている。恵子さん、ただいま。おかえり。なんだ、元気そうね。なんだってなんだよもう。腹減った。俺、久しぶりに恵子さんのオムライス食いたい。休日、久しぶりにこの店へと顔を出した俺のわがままに、恵子さんは呆れたような顔をしながらも、いそいそとオムライスの準備にかかってくれる。子供の頃に見ていたその光景を、大人になってもこうして見られることに、俺は深い感慨を抱いた。ねえ、恵子さん。ん？ありがとね。
あの時、俺の背中を押してくれて。おかげで俺、いろんなことを経験できてるよ。唐突な俺の言葉にテキパキと動く恵子さんの手元がつかの間止まった気がした。けれどそのすぐ後には彼女のさっぱりとした小姉が響く。感傷に浸るのはまだ早いわよ、光一。人生は荒波のごとくってね。あんたにはこれからもどんどん荒波がやってくるんだから。もう怖いこと言わないでよ。今でさえ俺結構ヘトヘトなんだから。俺の苦笑と恵子さんのカラッとした笑い声が店内で混じり合った。そうそう。あんたのお母さん、近々一度帰国するって。そうなの？というかなんでそれ、息子にじゃなくて親友に伝えるかね。照れてるんじゃないの？あんたのお母さん、あんたと違ってそういうとこあるから。まるで俺が恥知らずみたいに言わないでよ。そう答えながらも、俺は気づいたら笑っていた。母に会ったら伝えたいことがたくさんある。俺にも夢ができたこと、母の仕送りで人脈が広がり、その夢へと一歩近づけたこと。そしてそのおかげで会社の危機をも乗り切れたこと。そのことを話したらきっと母は喜んでくれるだろう。恵子さんが俺の一番近くで俺を育ててくれた人なら、母は遠くにいてもちゃんと俺を見守ってくれていた人だ。恵子さん、母さんの帰国予定日には俺と一緒に空港まで迎えに行かない？あら、いいわね。熱烈歓迎って横断幕作っちゃうかしら。じゃあ、親友と息子からの愛情たっぷりビーフシチューもつけようよ。そんな冗談を言い合いながら、俺と恵子さんは母の帰国を心待ちにするのだった。